もともと古着屋をオンラインとかでやってて、僕らがそれぞれ別々でやってて、そのタイミングで1/2のオーナーさんが若い古着屋とかやってる子たちを集めてお店やりたいねっていう話いただいて、その経緯で僕ら集まって今古着屋やってるって感じです。1階がアーカイブのアイテムと90年代後期から2000年代の初期ぐらいのアイテム取り扱ってて、2階ではインポートとかレーブとかカジュアルめのデザイナーズとかアメカジとか全部オールジャンルでハイクオリティなものを集めてて、メンズレディース全部取り揃ってる感じですね。一個一個のアイテムはもちろんハイクオリティなのを集めるんですけど、それぞれのアイテムでスタイリング組みやすいようなものを集めるようにしてます。オーナーの1人がもともと1/2のスタッフで、1/2がここにある時に2階でもともと古着屋を1人でやられてて、で1/2が大阪に移転するってなったタイミングでその古着屋も継続したいし、なんか若い子たち集めようっていうその1/2のオーナーさんの経緯で、今集まってやってるっていう感じなんです。呼んでもらったっていう感じの経緯で1/2とは関係があるって感じです。基本的には個人的にナンバーナインアンダーカバーが好きなので、そこを中心に取り扱ってます。ナンバーナインとかだと、コレクションによってきれいめになったりルーズなものがあったりするので、その中でもきれいめでもテーラードだけとかストリートファッションに近いようなアーカイブのものが多いかなって思いますね。ナンバーナインの2006年SS のガン好きって言われているスタッツベスト、結構やばいやつらはこっちに集めてて、それこそ今の時代 T シャツとかでもアーカイブって言われたりすると思うんですけど、それとかはもう全部あっちに、価格帯もそんな高くはつけないんで各自散らばめてるというか、キスがちょっとものによってはアーカイブって言われたりする世の中にはなってるんですけど、そういったものはやっぱ価格帯がちょっとまた変わってくるんで、その価格でのラックの分け方をしてるって言った方が正しいですかね。2000年の確か11月ぐらいに発行された雑誌で、当時のアンダーカバーってネットとかで調べてもコレクション画像とか全然出てこなかったりするんですけど、それがよいしょよいしょでちょっと一部載ってたりするものなので、雑誌とのその関連性はあるかなって感じですね。アーカイブが好きになったっていうところも1/2のロゾさん、オーナーさんの服を教えてくれたきっかけが、始まりにはなってくるんですけど、最初はラフシモンズから入ってって、その中で当時、ラフシモンズも着ながらもフグだったり、ロカウェアとか 90s ヒップホップストリートアメリカ古着って感じのを着てて、そこにちょっと関連するじゃないですけど、やっぱ当時のその裏腹時代って、ナンバーナインアンダーカバーとかネイバーフットとかいろんなブランドが名だたる中で、写真だったりコレクションだったりっていうのを見てて、アンダーカバーとナンバーナインが一番ドンピシャで自分の中にはまったって感じですね。今その原宿のお店で結構アーカイブをしっかり随時置いてるお店ってところは結構少なくなっちゃってきてはいるんですけど、このお店は3店舗一緒にやってるってところもあったりするので、常にアーカイブは置いてるので求めてるものがないかもしれないですけど、ぜひ一回遊びに来ていただいて、見ていただければなって思います。僕らはカジュアルなデザイナーズだったりとか、いいレギュラーとか、あとはアメカジっぽいものとかを集めてますね。一番今扱ってるとこだったらヒステリックグラマーの90年代から2000年代の初期ぐらいとか、あとは最近今ちょっと増やしてるんですけど、トゥルーリリジョンとかはシュプリームとかとコラボしたりとかで、シルエットとかもちょっと今っぽいのもあるし、ジャケットとかかっこいいので集めてたりしますね。きっかけはもともと高校から大学に上がるタイミングで、大学が都内の大学だったので、こっちの東京で、アパレル何かしらの仕事をまずしてみたいなっていうのがあって、それでまず最初に古着屋さんで働かせてもらったんですけども、ちょっと自分でやってみたいなっていう気持ちが強くなったので、オンラインとかでまず最初始めるってなったのが経緯ですね。今だったら僕もともとヒップホップ好きなので、ヒップホップに流通のある服とかを着たりとか、実際この店が3店舗合同でやってるので、他の人が入れてきたアイテムでこういうのいいなっていうのがあったらそれも取り込んだりして、あとは友達がやってるブランドだったりとか、友達がやってる古着屋とかで服を買って自分の中で落とし込むっていうのが今の自分のファッションの楽しみ方ですかね。
もともとちょっと芝敷きたいっていうのは店始める前からあって、僕ら出身が茨城なんですけど、そんなに都会に慣れてきたタイプじゃないので、緑落ち着くし、こういう芝とかを引いて他のところではない感じも出したいし、みんながいて落ち着く感じを出したいっていうのもあったので、ちょっと芝引こうっていうことになりました。割と今夏はT シャツはそれこそアンダーカバーとかナンバーナインの T シャツとかコムズギャルさんの昔のやつとかを集めてたりもするんですけど、ヴィンテージの T シャツとか、今っぽい総柄のデザインの効いた T シャツとかを集めてたりして、あんま他のところで取り扱ってないような面白い服をできるだけ入れるようにしてるので、一癖欲しい人とかはぜひ来てほしいですね。一応インポートがメインで、僕自身がベルギーのデザイナーとかが好きなので、ベルギーの生地感だったりとか世界観だったりのと、サイバーとかレイブのこのミステリアスな世界観を一緒に置いてる感じになりますね。価格帯は基本1万円ぐらいからアーカイブで打ち出してるものもあるんで、それなりの金額になるものもありますね。そのベルギーのデザイナーとかだと、ラフ・シモンズとかも置いてたりとか、アントワープの出身のデザイナーが結構多かったりしますね。ちょっと面白がられるというか、結構コアなデザイナーズを置いたりするんで、知りたがる子は結構多いと思いますね。僕はずっと服が好きだったんで、それ以外あんま考えられなかったっていうか、一応服飾の学校も出てて、服の仕事がしたくてそのままやった感じですね。店舗のイメージとしてミステリアスな雰囲気とかダークな感じとかを演出するためにこういうトルソーを使ってやったりしてますね。一応レディースとメンズがあるんですけど、レディースの方が多く占めてて、メンズの方にレディースの服を提案してますね。メンズ服だけだと種類がやっぱ少ないのもあるし、レディース服を着ることによってまた可能性が広がってくるのを一応提案してますね。僕としてはベルギーのクリエーションとこういうレイブとかのクリエーションをスタイリングで一応提案してて、そういうのをミックスしてストリートで着てもらうように提案してるんで、そういうのが好きな方とかに来てほしいですね。一回来たら忘れられないような内装にしたくて、僕たち全員で DIY した感じですね。路面店とかじゃなくて、ちょっと裏のところに入ったところにあるので、ちょっと隠れ家とか秘密基地っぽい感じでやりたいなと思って、そういう感じでしてますね。この店で服を買ってもらったりとか、気になって来てもらった人とたくさん喋ったりとか、普段ここじゃないとこだったら喋らない人とかとも会話とかできたりとか、そこで買ってくれたりとか、新しい会話が生まれたりとか、新しいつながりが増えたりとかっていうのが一番嬉しいですね。服はもちろんなんですけど、服だけじゃなくて、音楽とかいろんなことやってる人とかを巻き込んで新しいことをどんどんやっていきたいです。